に僕たち越してきてちょうど1年ぐらいに、この春でちょうど1年になるんですけど、せっかく新しい場所できたし、もうちょっとこう開けたいなっていう気持ちがあった頃と、あやさんのなんか春ぐらいになんかイベントしたいなっていう、そういうのが重なったっていうのもありますし、なんかあとはその、自分たちずっとこう物を作るっていう仕事をしてきて、なんかその作るに集中してずっとしてきた中で、物作りっていうものをもうちょっとこう開けたいっていう、なんか自分がちっちゃい時に、例えば自分の仕事を作るっていう本があって、その本にすごい影響を受けたんですけど、そこにはもう、例えば奈良のくるみ焼きの石村さんっていう方がいらっしゃるんですけど、そういう方がどうやって今までやってきたかみたいなものが書いてあって、なんかそれがすごい僕にとって参考になったみたいな経験があったんで、なんかそういった発信ができたらなって、なんか軽トラを運転しながらふと思った。で、翌日ちょうどあやさんに会う日だったんで、あやさんに説明し、そういうの企画したらどうかな、相談しようかなと思って、翌日あやさんに会って、あやさんお話書いたらどうですか？必要必要って感じだったので、なんかそういう流れが来たのかなと思って、ライブイベントもするし、その流れでやりたいなということで、ちょっとあやさんも今日は深掘りしたいと思っております。こんな感じのお店ですね。ということで、今日のゲストのあやさんです。今日はなんですか、あやさんのウィキペディアかけるぐらいのあやさんに詳しくなっちゃったんで、ちょっと僕の方からあやさんを説明していただく形で伝えさせてくれてお願いします。あやさんどうですか？なんか、はい。こういう会ありですか？ないですか？大丈夫。そうですね。初めてではないんですけど、ゆっくり話すとかはないかな、あんまり。なんか多分皆さん、僕よりあやさんのこと詳しかったりすると思うんですけど、なんかあやさんに僕ら3年前、4年前から知り合いになって、なんかいろいろ話聞いてる中で結構いろんな面白い話があるんですけど、それはどういう点でつながってるのかわからなくて、なんか自分がすごい興味があったっていうのがあって、今回、出してもらいたいなっていう感じです。そうですね。ちょっと深掘り、じゃあ早速始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。テニス時代、ここから始まります。テニス時代の前に、あやさんまず幼稚園時代からのか。幼稚園めっちゃ遡ります。幼稚園時代に何になりたいですか？最初は警察官になりたくて、で、それは結構長い間あったんですけど。なんで警察官だったの？いや、それ覚えてないですよね。なんでやりたかったのかわからないですけど、消防士でもなく自衛隊とかでもなく警察官になりたくっていうのがその時はあったっていう感じですかね。で、そんな中、テニスを始めるんですよね。そうですね。それはどういうきっかけだったんですか？テニスは水泳とか体操とかをやってて、で、父がソフトテニスで昔引退かなんかに行って、で、近くにノアインドアステージっていうのがあったので、それにとりあえず体験で初めは行ってみて、そこから楽しかったんで、まず続けたっていう感じですね。競技本で外もやってるみたいな。はい。それぐらいの軽い感じでやり始めた。ちなみに今日質問タイム的なのは多分作った方がいいんでしょうけど、質問をひらめいた時点でどんどんこう皆さんこうざっくばらに見てください。小学校1年生ですか？小1です。小1ですか？はい。これこれね、自分がどれかがわからないんですよ。これ僕がネットから見たんですこれ僕から見た。これね、シムワークスのブログみたいな。そうです。自己紹介っていう。そこから今日スライド4枚ぐらいでしようかなと思ってたら、あやさんの検索していっぱい画像出てくるし、インスタ見たら結構過去、僕ら2016年から始めたんですけど、
遡れたので、ちょっと写真を見入れながら、こんな感じでテニスでやってたんですね。中学生の時にオーストラリアにテニス部に。はい、一人で。それもどういった夏休みの期間を使って何かどっか行きたいなってなった時に検索をしたら、オーストラリアで日本人の女性奥さんとオーストラリア人の旦那さんがテニス留学受け入れますっていうのをたまたまやってたのを見つけて、で自分で検索してで連絡勝手に取って、お母さんとか今内緒で英語で取りました。英語で取って留学にはどれぐらいの費用がかかってなんかこういろいろ聞いたら、なんかそれを資料を取り寄せた時にお母さんに「いや早行きたいの?」みたいな感じ言われて、でいろいろ調べてたら、そんだけ行きたいんだったらオーストラリア行ってもいいよって言われて、航空券とかも全部自分で検索してこんだけ費用がかかるっていうのを親のお母さんに言って、でパスポートだけ自分お母さんと一緒に取りに行ってもらって、で2週間ぐらいオーストラリアに留学をして、で次の年も楽しかったんでもう一回行かせてもらったっていうので、2年連続で行って、そこは日本人の留学生を何人か受け入れてたんで、あんまり英語には困らなかったんですけど、はい、小学生とかも来てて、中学生だけじゃなくて。で、高校、大学までテニスはそうです、大学ぐらいまではテニス続けました。なんかテニスがきつすぎたという。テニスは結構過酷で毎日練習も大変しんどかったですし、練習が厳しかった。練習が嫌いなんですもん。だよう続いたでしょ。すごい。この時は警察官はどっかに頭にあるんですか？一応あったんですけど。そうですね、就職を考える。そうです、そうです、そうです。でも、自転車に移ってしまったので、そこから自転車なんですが、警察官が消えたっていうところなんですけど、そこのタイミングぐらいで。そうですね。で、スポーツ先生辞めて、違う大学、警察官になりたかったので、違う大学に行こうと思ったんですけども、自転車をちょうどその時に始めたっていうのもあって、警察官に来てたんですよ。はい。兵庫の大学ですか？そうです、そうです。兵庫の大学ですね。自転車なんで見つけたんね。ですか？すいません。そうだよね。そう、そのあたりを頑張ります。自転車への目覚め。時間伸びちゃう。自転車への目覚めがここからやっていきます。ここから自転車にまみれる人生ですね。そうですね。これは大学専門学生の時ですね。これルーラグの人。ルーラグのナッツさんってこれね。わからない。とにかく自転車ここからハマっていて、トライアスロン、ヒルクライム、ボールスを出てるみたいです。そう、最初トライアスロン、テニスをやめた時にトライアスロンをテニスをやってる時からちょっとトライアスロンに興味があって、でトライアスロンいつかやってみたいって思ってたんですよ。それでテニスをやめて、じゃあトライアスロンをやるしかないから自転車を買ったみたいな。それが自転車の目覚めというか。そうです、そうです。そこからですね、街乗りで乗れたらいいプラストライアスロンちょろっと出たいなっていうところで朝日でバイトしだしたっていうのもあるんですけど、自転車でバイトしだしたっていうのもあって、そこからどんどんハマっていっていろんなレースにマウンテンバイクとかプロプロとか。トライアスロンに近いものは自転車とトライアスロンで自転車とマラソンとそうです。スイム、バイク、ランです。そんな感じ、バイクだけのことなんでトライアスロンやめたかっていうエントリーフィーが非常に高すぎたんで、
1万5千円とか2万円は普通に払わないといけないので、やっぱり大学生の、大学生がちょっと厳しい費用だったっていうのもあったので、やめたっていうそんか。な理由ちょっと辛いですね。手軽ではなかったなっていう。またその代わり、ヒルクライムとかそういったレースで。そうです、それは、はい、そんなに高くなかったんで、とりあえず興味本位で、何でもやってみたっていう感じですかね。で、1台目もロードバイク買ってみたんですね。そうです、ロードバイク買って、2台目がトライアスロン始めたんで、カーボンの自転車を買って、カバンで。カーボンブレードも買って、これで軽い。結構軽いですね。結構高いです。本気モードのや本気モードのやつですね。今日は大ストレスみたいになったんですけど、基本的には自転車は鉄かアルミかどっちかですね。なんでもっと軽いし。そのカーボンを買ったことで本気になってる。そうです。カーボン買った頃は結構本気でやった頃ですね。そういった大学生の頃ですね。そうです。大学生の3回か4回ぐらい。周りにそういった自転車してる人とかはいなかったんで、そう大学生の頃は結構大丈夫って言われました、同級生に。急に。なんで自転車何しとるみたいな感じやったんで、結構変わり者みたいな。よくそこまでいけるほどやっぱ何が楽しかったの？でも一人でできるんですか、単独でしか自転車って好きな時間に好きなタイミングで自分のスピードでできるっていうのもあって、それが良かったっていうのもあると思うんですけど、体を動かせたらいいかなっていうところはあったと思いますね。で、その2台目が乗った時に、体に合った自転車が。そうです。それで、その1台と2台買った時に、その当時、10年前は、弱虫ペダルとかがすごい流行る前で、そうですね、身長が低い方に150センチから155とか、その方たちに気軽に乗れて、デザインが良くてっていう自転車が結構少なかったんですね。で、デザイン的にはあんまり納得いってなかったんで、いろいろ雑誌を見てたら、東京のサイクルデザイン専門学校っていう自分で自転車一から作れるよみたいなのを見つけて、雑誌で。で、自分で作れるんやみたいな。っていうところからの専門学校ですね。自転車作ってみようかなっていうものづくりを自分でやってみたいというか、作れるんやっていう、そういう興味本位で学校に行ったって感じです。でもそのレースに出てたし、自分で作った自転車でレースに出たいはその時から。その時はまだですね。大学の頃はまだ専門学校に移ってから出てたりとかしましたね。東京で行きます。親の反対を押し切って。そうですね。結構反対はされたんですけど、そんだけやりたいんやったら行ってこればって言われたんで行ったんですけど。東京サイクル自転車専門学校の当時の作ったものですね。綺麗ですよね。そうですね。渋谷も結構。渋谷にある。原宿と渋谷の間にキャットストリートの近くにあるキャットストリートの彦水野っていう学校があって、そこの系列というかの自転車部門なんですけど、青山にも近いですね。なんで卒展はスパイラルでやったんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。なのでスパイラル知ってるっていう。黄色い自転車ですよ。これはスパイラルで。すごいですね。貸し切ってみたいな。貸し切って。自転車はサイズの合わんと思って作りたいって思った。そうです。その当時作ったのはこれです。これお母さんが持ってて。お母さんにこれ。そうです。もう母ちゃんにですね。今
をつけて、近くの近所のリバーシティに行く。あ、そう。はい、ためだけの自転車。で、これは何ですか？これはイベント、ラファのイベントですね。あ、これがラファのイベントです。はい。あ、そうです、そうです、そうです。これが北海道？いや、これは北海道じゃない。もっと東京のやつなんで。こっちはね、八ヶ岳で、こっち千葉です。あ、そうなんです。で、これに出て、そうそう、これに東京で、そう、専門学校行ったものの、何もやらずにいるっていうか、何もバイトはなんかしないといけないなと思ったんですけど、じゃあ自転車の専門学校せっかく行ったら、じゃあ朝日とかで働くっていうよりかは、多分自転車のことに、もうちょっと深掘りできるようなところでやっぱ働きたいなと思って、まずブルーラブに面接行ったんですよ。じゃあまず落とされて。なんでかっていうと、そういうところ、そこは結構しっかり最初から組み立てるところなので、難しかったっていうか、専門学生をまず取るっていうことがなかったので、そこはちょっと一旦諦めて、で、ちょっと探してたら、この、ラファのイベントに出たら、ラファの社長がたまたまいらっしゃって、で、自分のことをお話ししたら、今度東京に自転車、ラファ東京できるから、そこで働かないかって言われたのがきっかけで、イベントにいろいろ出させてもらったりとかして、で、なんかシクロクロスも出ることになって、で、そこから人脈が結構広がったっていうのがありますね。これラファの影響でシクロクロスになってくる？そうです、そうです、そうです。ラファの影響は結構大きくて、なので、これで誘っていただかなければ、いろいろあまり出ることもなかったかもしれないですし、わからないですけど。これに行くという決断が結構。そうですね。その時、本当、行ってよかったなっていうのは、すごいありますね、やっぱり。で、ラファで働けたっていうのも、これに参加したのがきっかけみたいなところがあったので。このラファっていう、僕は、ラファっていうのは、自転車のサイクルやブランドで、イギリスのブランドなんですけど、なんで人気かっていうと、サイクルやでもガラガラのデザインで、ちょっと普段では着にくいですけど、ラファに関しては結構シンプルな単色の色を合わせた服装だったので、ちょっとスタイリッシュに着れるっていうのの、先駆けのブランドっていうところがあって、カフェと併設されてて、コミュニティを作るっていうのも一つされてたんで、結構珍しかったと思いますね。カフェと、ウェア、自転車じゃなくて、サイクルウェアとカフェみたいな組み合わせとかもあって、それでライブイベントしたりとか、そういうのでいろいろ交流があったっていうのがありますね。ちなみにこのラファって皆さんご存知ですか？すみません。説明しなくても大丈夫で、その頃に作った。これ卒生で作ったやつですね。さっきの。これをスパイラルで入手したんですけど、結構評判が良かったので、この時に、もう独立したらって言われたぐらい、すごい、やっぱり一番使える自転車の卒生の展示の中で。これって、あれですよね、全部溶接して、全部作ってるんですね。そうです。この羽組みは作ってます。この部品に関しては、取り寄せ、作ってはないんですけど、羽組みの部分とかはちゃんと作っていて。あやかにさんの時にじゃあ、もうすでに大学中に2人ぐらい作ってほしいって言われて、そこからこの名前をつけた。これですか？そうです。これも
そうです。これ在学中に作ったやつなんですけど、この人が152センチあったんで、これ 650C で作ってて、普通やったらもうちょっとこっちが高くて、こう、パンスがこういう風になってるんですけど、700C と間違えるぐらい綺麗に作られて、作れたかなっていう感じですね。まさに自分でしたのに同じですね。あ、そうですね。はい。全然違いです作りながら。ですごいのは、あれさん、これ結構優勝してるんです優勝とか表彰台には最低。あ、そうです。この辺だったらもうサークルに所属してる年代ですけど、このジャージは、はい。年代のジャージが。そのチームのジャージを基本着るんで。これは千葉にお世話になってたショップです。ここでは何ですか？ここではチームに所属して、シクロクロスのチームに所属してたのと、ちょっとメンテナンスとかこういうハンドメイドを扱う自転車屋さんだったので、ここでちょっと修行させてもらったというところですね。はい。ちょっとずつ自転車屋さんにこう近づいていってる。そうですね。これちょっと。あさこの真ん中の。これですね。はい。でこれはそうですね、関西でやってるレースで。これ関西の富田林って大阪でやってたレース。すでに強そうよ。いいとこ陣取れてるのはどういうことですか？これはランキングが上な順に選べるっていう。そもそもさ、何からサラブレっていうの？そもそも。これがシクロクロスっていうんですね。そうです。これがシクロクロス。でこれがバイクロアとかでもこういう感じでやるんですけど。バイクロアって何ですか？大人の文化祭っていう運動会っていうこのシクロクロスをベースに仮装したりとかデニムで履いたりとか履いて出たりとかタンデムで走れたりとかそのベースはシクロクロスでもうちょっとこうゆるく走りましょう大人の子みたいなそういうのがあってこれはゆるい。これ本気。これはもうガチなんですよ。ガチのガチなんで。これはここで英語のサークル時代でやっています。でも一応その前にジャイアントに入ってそうです。そう東京時代にそうですね。就職はまずジャイアントに就職をして、で11ヶ月で辞めてサークルに移ったっていう。まず就職した先がジャイアントだったんですけど、配属先が名古屋で、名古屋になって、一応サークルにご挨拶に行ったら、もう田中さんっていうサークルの社長が、もうその時から勧誘したいと思ってたみたいで、じわじわじわこう引っ張られていて、で、こう、その半年後ぐらいの夏ぐらいに、うちが作るクレームのどこを乗って、レース出てくれへんかっていうふうに言われて、そこから勧誘が始まって、で、どっぷりサークルに入ってしまったっていうところがあるんですけど、ジャイアントにいて怒られたのは、その他社の自転車を乗っていて、でレースに出て表彰台に乗るみたいなのがチクられたとか誰かにがあって、そういうのはうちはちょっと無理やわってジャイアントの人に言われたんで、それでちょっと、やらかしたみたいなところがあって、東京にこいつ名古屋で終わらせたなみたいな。で、東京に左遷されようとしたところを、もう私はもうそこで、東京に行くんだったら、サークルで勉強したいなっていう、それも何かの
名古屋に配置されたのがそもそもあれですそうなんですよ。東京にそのままいたら、そういうことかなと思うんですけど、たまたま名古屋に行ったっていうところがあって、田中さんは知ってたみたいな、私のことを。っていうのもあって、で、もう本当にめちゃくちゃ勧誘したかったので、こうじわ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 時間かけて、すごい、それはやっぱりレースの成績とかあとまあ自転車もやっぱり触れるし、作れるし、乗れるしみたいな。で、サークルズが今まで10年ぐらいその時は10年ぐらいやってた中で、自転車屋さんに、部門に女子が入ったことないというか、男臭いところをなんとか脱出したいみたいな思いがあったみたいで、やっぱりなんか女性がいると違うからっていうのもいろいろこう要素もあって、で、介入されたというか、入ることになったんですけど、サークルに。っていうところですね。東京から名古屋に行ったのは、サークルに行くために山に行かなくて、大学に名古屋に行くから。そういうことですね。だから大学がちょっとやってもだみたいな感じになったんですよね。やってもだみたいな。そういうところは。で、このサークルで結構いろんなことをされて。そうですね。これはもう北海道で女性だけでやったイベントで、ライダーライブっていう自転車プラスアルファでキャンプしたりとか、ハイクしたりとか、そういうちょっと楽しみ方を女性たちだけで構築しようっていうので、初めて企画してやってみたイベントですね。あれ、その企画したの？そうですね。私もライドインソースしたりとか、いろいろ手伝って、メカに関しては、僕私が。楽しそうですね、女性だけ。そうですね。女子と。はい。でもこういうね、女性だけでっていうのはあまりなかったので、すごい新鮮で。こういったのはイメージでやってできたらいいですよね。はい。ちょっとテンション上がってますね。サークルに呼びかけたりとかしてもいいかなと思って。協力を仰ぐっていうか。見るのも一つかなって思ってます。姫字だけにね、姫ってことでなんか。姫してしまうと男たちも黙ってないと。ヤドライドの。でもヤドライドもいっぱいあるから。皆さんやってはるから。それは結構挑戦だったかなっていうところですね。やっぱり飛行機でね、自転車を送ってっていうところもやっぱり女性にとってはなかなか難しいことだと思うので。一人二人ではちょっとやりにくいけど、こういう機会があれば。そうですね。ということしながらも結構走ってる。結構走ってるんですね。頂点を目指す気持ちは強い。使いながら走りながら。この時は結構プレッシャーがあって、どういった？やっぱりこう機材基本的に全部サポートしていただいてたんですよ。サークルズの機材と。そうです。サークルズのっていうか、この辺のバイクの機材、ウェアもそうですけど、基本的にサポートしていただいてたんで、どなたがサポート？そうそう、田中さんっていうか、もう全部田中さんのところと、サークル全体で、一応、シマックスのウェアを着て走ってるんですけど、シマックスレーシングっていうので。そっか、これを着て負けては、田中さん。結構やっぱりサポートはしていただいたので、結構プレッシャーはありましたね。田中さんっていうのは、なんか僕もテレビでもね、田中さんは YouTube されてるんですけど、それ見てたらすごい面白くて、結構長いろんな人にいたり、まさやさんも出られてたんですけど、当時5年ぐらい。なんか普通にいろんな活動されているし、確かに面白い方で、なんか森道市場ってイベントで、名古屋にね。出られてるのに、あやさんトークショーで
してたりするんでよかったです。いろんな経験させていただいたって感じ。そうですね。その世界戦もこの次にやってくるんですけど、これも田中さん作品のきっかけでなった。そうですね。この先の年に世界戦に出れるチャンスがあって、でこれ今乗ってるのが全部オーダーでセブンっていうアメリカで作ってるオーダーで作ってる自転車のもうじゃあオーダーしようぜってなって、これ大体もう全部コンポーネントで100万以上してくるんですけど、はい。自転車を除いてですか？自転車だけで。自転車だけで。そうです。はい。自転車だけで、これだけでみたいな。これがその世界戦で。そうです。今、なんか手元に戻ってきて、これが。はい。お店に飾ってるんですけど。はい。それは選別みたいな感じで。田中さんが持ってきてくれました、この間。はい。これもだけなんですけど。すごいいただいちゃった。そうですね。お店で作ったお祝いみたいなのを込めて。ちょっとここで。これ、あやさんほぼ映ってないんですよ。映ってないです。でも様子は分かっていただけるんじゃないかな。世界線で。広告が入るかな。この中いるんですよね。どこにいるのかな。これか。一番最後のやつやった。そうよね。それが違うよね。ワールドカップですよね。これ世界戦です。これ世界戦。はい。世界戦はスイス。ワールドカップがオランダ。そうです。これはスイス。その頃にああいうところを超えて。全日本2位でした。そうです。全日本は2位でした。そういう成績があったら出れた。それがそうですね。これトップ全部オランダ？全然オランダ人です。急坂。緊張はあんまり覚えてないですね。もうしんどすぎて。これも崖みたいな話で、ラフにこだわってますけど、もうこんなんですから、このベルの方が。いや、もう絶対みんなもう下れないと思うんです。自分がコースがありすぎて、ここが空軍基地なんですよ。もともと。それをこういう風なフィールドを使ってるので、ボコボコやし、重い。もちろん全世界で。そうです。それこそ背負ってるものがあるでしょうね。で、これ出た結構、16年とか。